さて、新たな 2D プラットフォーマー系ローグライトアクションが Steam で早期アクセス開始とのことで、今回はオービスループの紹介を行います。こちら案件をいただきました。近年はローグライトというとバンサワ系が人気ですが、横スクロールアクションものはそれよりも前に流行っていた形態です。では古いのかというとそんなことはなく、オービスループは近年好まれる調整がなされています。それは何かというとハック&スラッシュ部分です。プレイして目を引いたのが大量の敵を倒す心地よさがなるべく高まるように入念に作られている点でした。2D アクションのローグライトは難しめでシビアなバランスの作品が多く、一体一体をいかにうまくさばくかが肝でした。敵の一撃が致命的でもあり、食らうほどクリアが難しくなるため、攻撃を連打するよりも回避が重要だったりもします。しかし今作は雑魚敵がひっきりなしに登場するし、こちらの構成が噛み合えばバッサバッサ倒せます。その上攻撃が当たった時、敵のシールドを破壊しているのか、ヒットストップと爆発演出が起きてとにかく気持ちよいです。ひたすら攻撃とスキルを連打したくなる快感を得られます。それを可能にしているのが今作の売りの一つ、構成作りにあります。ストアページには無限に成長できるコンボを構築とある通り、カスタマイズ性が高めです。通常攻撃のほかアクティブスキルを4つまで設定でき、それぞれ特殊能力をランダムで加えていきます。通常攻撃は武器が複数用意されており、拠点でどれを装備するか選べ、武器ごとに攻撃方法がガラリと変わります。そこからさらに道中特殊能力を追加していき、武器の振り自体が変化する場合もあります。例えば切るのではなく脱出好きに変化する能力を得られたら、ボタンを押してるだけで高速で移動しながら敵を貫通して倒せます。敵の背後にさっと回れるため、ボスですら翻弄できます。アクティブスキルは序盤は2つで永続強化で4つまで増やせます。そうなると手数が増え、それだけ攻撃を途切れなく行えます。スキルを打った後、違う攻撃をもう一回コンボとして放てるような能力もつけられます。負けじと敵の数も後半に行くほど増え、これが大量の敵をズバズバ切りまくり快感を得られる作りになっています。掲示板で開発の方は言ってる通り、この部分の調整には力を入れて作られていることがわかります。加えて美術面の完成度の高さがあります。なんと開発者2人でここまでのものを作り上げたとのことで、4年の月日を要しています。光源の美しさは映像から感じ取れますが、キャラやエフェクトのドット絵の凄まじい枚数のアニメーションパターンに加え、ボスの多彩さも挙げられます。エリアボスは巨大ながらこれでもかと動きますし、道中ちょっと強めのボスが出てきて、そいつにも独特なガジェットや攻撃モーションが用意されています。画像を作ってるだけでも何年も要しそうなレベルで、それを見事早期アクセスまでこぎつけたわけです。また小さなネズミのお店では主人公が顔を突っ込み巨大に描かれるシーンもあり、細部までの世界観作りのこだわりを感じられます。冒険中は会話やそこらを調べることでログが溜まり、少しずつこの世界の謎が解けていきます。拠点では探偵ボードのように断片的な情報が繋がっていく様を確認できます。その上ログポイントみたいなものも溜まり、永続強化につなげられます。ローグライトゆえに繰り返しプレイするとイベントシーンで新たな展開が待っていたりと、ストーリーとアクション面が密接につながり、この世界を形作っています。それと難易度はよくあるシビア寄りなバランスとサクサク進められるモード2つがあり、アクション面が苦手な方でも遊べる作りです。ゲーム中いつでも切り替え可能です。永続強化で繰り返すほど強くなれますが、初めは簡単なモードで一気に進んでしまい、上手くなってから難しいモードにするというのが現代寄りの遊び方かもしれません。序盤すぐ倒され繰り返しを感じ、やめてしまうくらいならば初めからサクサク進めた方が断然楽しめます。その他アクション面において攻撃をジャンプキャンセルできないのが特徴です。ドッジキャンセルはできます。つまり横方向にしか瞬時に回避できず、敵は弾を撃ってくる系が結構いるため、それを見越して動く必要があります。ドッジはジャンプでキャンセルできるので、攻撃中にジャンプしたい場合はドッジを間に挟むというテクニックはあります。あとは日本語設定はオプションからではなくタイトル画面で行えます。私は気づかずに英語で進めてしまいましたが、日本語もピクセルフォントでドット絵に馴染む見た目になっています。以上、オービスループは以前トレンドだったローグライトアクションに近年寄りのスタイルを取り入れ、とにかく敵を倒しまくる楽しさを得られるほか、ドット絵による美術面の美しさも相まって、この手のジャンルの一つの選択肢ともなる作品となっております。同時にこの形態のローグライトファンも世界規模では確実にたくさんいるため、その層に届けば口コミで評判がより高まることでしょう。早期アクセス開始により家庭用版の話は今のところありませんが、移植がしやすそうなゲームなので気になる方はチェックしてみてはいかがでしょうか。
というわけで一体どんなゲームシステムなのか実際にプレイした様子をギュッとまとめたので、どうぞご覧ください。それでは始めていきましょう。オービスループ。難易度設定、アルファモードにオメガモード。こっちがおすすめ。左は優しいのかな？で、オメガで。さあ、目が覚めて、ここから開始かな？これが主人公か。羊風の何かですね。バツでジャンプ。よっ。二段ジャンプが可能で、会話できる。すでに倒れてから時間が経ってると。ああ、壁にこうやってひっつけるんだ。何度でもジャンプできるんだね。四角でアタック。これ敵か。よっ。お、猫風の何かだね。まるでロール。どっちができる？クールタイムあんのかな？切ってる最中にいつでも出しそうだね。ロールは。上切りとかないかな？まだね。ボタンを押してるだけで勝手に連続切りになりますね。ロール。これはロールで超えると。これはプラットフォームか。なんかあるぞ。調べる。何かのヒントですかね。広告か。永久的なエネルギー的な。お、狼的な。これ強いぞ。大量たくさんある。あ、この猫みたいなのも狼なんだ、多分。狼ですね。倒したけど、なんか水降ってきたよ。新手が降ってきた。ちっちゃい。今んとこ切ってしまえば、一方的にやれますね。ボス敵かな？エリートウルフ。ちょっと強いんですかね。普通の狼よりも。これを見極めよう。バツが表示されたら、返しづらいのかな？おいよ。くらえー。やったー。さあ、ポータルが開きましたね。ここに入ると、どこだここは。ランダムスキル、コンファーム。さあ、なんかいましたね。覚える前にプレビューができる。とりあえず回転する攻撃かな？クリティカルレート。三角押してみた。覚えましたね、スキル。これで詳細が見れる。まだ画面の見方がよくわかりませんね。いっぱいあって。L1 で使えるのかな？でもなんかパワーを使うようだね。2ポイント分。で、上にロボがいるけど。これじゃ綺麗というのか。うら！お、L1 使ってみたけど。クールタイムありますね、スキルには。では出ましょう。出たところ、なんかローグライトものでよくある。ルートですね。選んで進んでいきますと。スキル。これはどちらもスキルを得られるのかな？上から行こうか。ちょっとスキルはどんどん使っていきましょう。クールタイムあるけど。うら。エリートは能力がついてるよね。画面中央上に。ちょっとステータスが上がってんのかな？普通の敵よりも。で、倒すと、ポータル。で、ここで能力を得られる。ランダムスキル。次は、You can select one。選べるスキル。あ、3つあるんだね。まあ、これが定番ですね。どれを選ぶか。これは今までのものと一緒か？クラッシャー。さらに取るとどうなるの？モディファイって書いてあるんで、性質変化が行えるのかな？とりあえず新しいの取ってみようか。一番左、ショックブレード。真ん中はクリティカルだね。これにしてみようか。フリッピング、スラスト。取ってみた。これは R1 で使えるっぽいよ。うら！あ、使った。敵をなんか掴んでぶん投げましたね。で、今なんか星印があるんだけど。これ何の表示かわかんないが。あ、スキルを取ったらクリアなんだ。これはテンポ早いね。で、上のみだね。ハテナは、謎。なんかストーリーか。さらに、なんか得られる。ランダムモジュールもしくは、スペシャルシープマックスヒットポイントにエナジーが上がる。ランダムモジュールしてみようか。得ましたね、ランダムモジュール。設定はこうじゃできない。これできる。モジュール。パッシブかなこれ。エナジーリカバディスピードが 15% アップした。武器は、これは現状の武器だが、なんか付けられるっぽいね、そのうち。チェンジオーダー。並び方変えられる。敵を倒してることで、なんか得てんのかな？一番右下に得てますね。素材的な何か。どこで使えるのかな？そんなのたっぷり入手しましたね。さらに、新たなアイデアをひらめいた。画面右下に溜まったけど。さらに、ランダム能力。じゃあ、モジュール狙ってみようか。モディファイアで、性質変化。4つの中から選べるのか。パッシブスキル。これはコンボスキル。2種類ありますね。パッシブはこれは炎上かな？これはクリティカルレートがさらにアップする。これはエレクトロンフィールド。コンボスキル。
雷系でもつくんですかね。バーストファイヤー、ブースター。どれがいいんだ？エレクトロンフィールド。これにしてみようかな。ここにはめられる。モディフィケーションパーツ、コンボスキル。早速試し撃ちですね。あら、あれ、雷生んだ？あ、なんか飛ばしますね。一回使った後にもう一回使えるんだ。こんな感じで。これがコンボスキルか。だがいるぞ。ここはお店かな？ライフ回復できんのか？ 50 払えば。じゃあ回復しよう。他には、お店かな？スキルでも買えるんですかね？あ、見れるんだ、こんな感じで。現在2つついてるけど、これ以上買うとどうなるんだ？パルスドローン、買ってみようか。入れ替えんのかな？現在のものと。とりあえず変えてみよう。これは強化できんのかもしかして。ドローンに、ただなんかただっぽいね。これは、エネルギーを使わない？で、これにしてみようか。パルスドローン。上にもなんかあるぞ。ここはモジュールか。どれも買えませんね。お店はここまでかな。まずはドローン使ってみよう。ほら。ドローンどうした？なんかあまり動いてる感じしないけど。あ、やっといてくれた。エネルギー銃みたいの。さあ、ウェポンモディフィケーション。武器の強化か。エネルギーアップ。攻撃力アップかな。ベーシックアタック。視覚 ?5 秒間。と取ってみるか。上からなんか降ってきますね。通常攻撃すると。これはその性能かな。下は焚き火。上はブルーピー。焚き火ってみよう。休めんのかな？他に人もいるっぽいけど。休んでライフ回復。もしくは、マックスヒットポイントアップか。現状どういう状況でしたっけ？普通に回復しよう。アンノーン。イベント。狼が来た？隠れる。戦うか。よし、勝負だ。どうした？なんとかアタック。回避できない。ローリングじゃ無理だと。ジャンプが必要。ああ、確かに地雷が下にありますね。これを巻いてるね、こいつが。うわぁ。とりあえず倒した。やったなー。なんか落ちてるね。ローマニウム。これ何になるんだ？モジュールか。ちょっと色的には強そうだけどね。デメリットもあんのかな？代わりに能力が得られる。みたいな。次はボス戦っぽいな。ミニボス。勝負だ。あ、やばい、よくない。いやー、ついやられた。さあ、永続強化とかあんのかな？恒例の。リペア。この施設を修理できるのかな？修理してみた。リプレイスウェポン。アーマリー。いろんな武器があるんですかね。なんか2つある。しかしアンロックが必要ですね。いや、2つじゃないな。結構ある。何種類かありますね。しかしもっとやり込まないことにアンロックできない。これはエンハンス。リペア。何ができるんだ？これパッシブスキルツリーかな。これもこの宝石みたいなの使うっぽいね。足りない。モジュール。よー。スターティングモジュール。ゲーム開始時の能力かな。それは選べるんですかね？一つ。はじめ1番目が選べる。スタビライゼーションモジュール。戦闘終了時にライフ回復かな。じゃあさらに繰り返して。パワーを貯めるか。なんかあるぞ。秘密の通路みたいなのが。ポイントを得られた。さあ、母船。どうなるかな？おう。でかい。狼だ。いやー！まだ勝てなかったか。新たなスキルがアンロックされた。倒されることで、新しいものが出てくるのかな？ちょっと今までの武器に対し、右側、なんか炎系になりますね。見た目が。これにしてみようか。フレイムラッシュ。もしくは別の武器をアンロックしてもよいと。次はこれだな。基礎能力上げよう。アディショナルスキルスロット。L2 が使えるようになる？どうした？おー、やったー。今回は結構楽ちんでしたね。この移動切り覚えたら、すぐ倒した。得られる能力は、どれも強力っぽく見えるけど、演出的に。新しい場所に着いたぞ。ゾウさんがいるな。モジュール？これはなんだ？エクスチェンジアイテム。なんか交換できるよ。今持ってるものと構成が作りやすいのかな？
より特化した。さあ、今度は小さいキャラ。ネズミ。主人公はでかく映ってますね、左に。この演奏面白いですね。ラボラトリー。現在のスキルに対して何かやってくれんの？スロット？フレームラッシュを選んでみようか。なんだこれ。ネズミマークに変えられる。変えてみた。変わると一体どうなるんだ？ちょっと内容がよくわからないが。次のステージ。分岐が増えてますね。ネズミの枠にはめるとどうなるんだ？ネズミはあれかな？本来は壊れていたものがスキルがはめられるようになったみたい。そういう扱いかな。お、でかいな。消えた。うわ、姿が見えない。危ない危ない。うわー、来たよこいつ。でも倒した。合流してやりましたね。爆発が気持ちいいね、とりあえずね。敵のスタンした時はどうかわかんないけど、どんどん連爆する。ボカンボカンして。新しい武器も一個使ってみたい。何か。これ魔法使いっぽいな。お、貯められる。ドカーン。魔法使いじゃなく棍棒だった。あ、下切りは可能なの？フュージョン。あ、ここでも使えるんだ。データパッドみたいな。さらにスロットが増える。どんどん打ちまくる構成になりますね、スキルを。さあ、本日はここまでですね。こちら気になる方はぜひ購入して遊んでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。